こんにちは皆さん。11月は忙しい月で、12月の占星術ビデオの作成が少し遅れてしまいましたが、楽しんでいただければ幸いです。11月から続く影響。一つ目、11月21日から始まった冥王星の水亀座入りです。これにより世界的にも国内的にも変革が強調される時期が続いてます。例えば、トランプ大統領の政策やウクライナのロシア本土攻撃などがその影響を象徴していると考えられます。国内では11月17日の兵庫県知事選の斉藤氏当選も社会構造の変化を反映していると言えるでしょう。二つ目、水星逆行。11月26日開始、通信やネットワーク、電化製品にトラブルが発生しやすく、この影響は12月15日まで続きます。契約や電子機器の購入は16日以降に延期するのが安全です。12月の主な天体イベントと注意点。初旬、12月1日、いて座の新月では新しい挑戦や冒険に意欲が高まりますが、水星逆行中なので慎重に進めましょう。12月2日、いて座の水星とお羊座のカイロン、ヤギ座の金星とお牛座の天王星がトラインを形成します。これにより隠れてた真実や課題が明らかになる可能性があります。特に防災対策や計画の見直しが有効です。中旬、12月7日と8日には重要なイベントが集中します。12月7日、太陽と木星がオポジションを形成。さらに、金星が水亀座へ移動し、冥王星と合流します。獅子座の火星逆行も開始し、地震や火山活動が活発化する可能性があります。12月8日、魚座の海王星が逆行終了。この期間中、理想が高まりやすいですが、冷静な判断が求められます。後半、12月20日、金星が木星とトラインを形成し、楽観的なムードが広がります。しかし、慎重さを忘れないようにしましょう。12月22日、太陽がヤギ座に入り、月が土星とオポジション、木星とスクエアを形成します。家族や職場での意見交換を円滑に進める動力が必要な時期です。12月24日、土星と木星がスクエアを形成。この時期は緊張感が高まりやすく、社会的な不安や変化が見られるかもしれません。12月26日、水星のオポジションによる T スクエアが形成され、特に国際的な対立や自然災害の可能性が示唆されます。12月27日、水星が土星とスクエアを形成します。この影響でコミュニケーションや取引に混乱が生じやすい時期となります。12月28日、金星が天王星とスクエアを形成。突然の出来事や意外な展開が起きるかもしれません。特に経済や人間関係での調整が必要です。12月31日、ヤギ座で新月。この新月は新年に向けての計画や変革のエネルギーをもたらします。年末の備えと展望。12月後半は特に緊張が高まりやすい時期となりますが、同時に対話や協力のチャンスも訪れます。防災キットの再確認や防災計画の見直しを行うのに良い時期です。また、南海トラフ地震や都市部での地震の可能性に備え注意を怠らないようにしましょう。さらに、2025年1月3日には逆行中の火星が冥王星とオポジションを形成します。新年に向けて政治的混乱や自然災害の余波が続く可能性が考えられます。全体的に12月は緊張感が漂う月ですが、その中にも希望や変革のチャンスが見え隠れしています。特に12月20日以降は
新しい年に向けた準備と慎重な行動が求められる時期です。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。